私の話聞いてますかってうん。何回も言われたことがあります。お金は必要だけど、お金は人を絶対幸せにはしてくれない。うん。僕が考えていたのは、寿司って言おうと思ってました。こんにちは、OK ジャパニーズです。ジャパニーズ with シュンのシュンです。よろしくお願いします。お願いします。今日は1時間の会話です。トピックが10個あります。最初のトピックは、子供の時の話。ああ、子供の時。ああ、いいですね。シュンはどんな子供でした？どんな子供、うん。元気な子供でしたよ。なんか、今と子供の時とうん。同じだったと思います。そう、だから子供の時からあまり変わっていないと思いますね。そうなんですね。そう。大人になっていない。へえ。そう。いいのか悪いのかわからないんですけど、うんそう。大人になっていないと思います。だからこんな子供でした。本当に。生まれた時から、生まれた時から。そっか。じゃあ多分、はいおじいさんになっても変わらない？と思いますね。変変われない。なんかみんなどうやって変わるんですかね。そうですでもね。でもその社会の中で生きていなかったから、ずっと同じだったかもしれませんね。どういう意味ですか？そのみんなと同じ生き方をしていないからおう。大人にならないように多分生きてきたからずっと変わらなかったかも。それは会社で働いていないとか、そういうこと？とか、例えばもう学生の時、例えば高校生とか大学生の時も小学生が好きなことがずっと好きでしたよ。小学生が好きなようなこと、例えばいたずらとか、本当にしょうもないくだらないいたずらとか、大学生のバカないたずら。大学生のいたずらは何をしますか？いやでも小学生と同じ干潮とか。干潮ってこれですか？干潮、これ、お尻に友達のお尻にバーンってやったり。あれ結構痛いんだよ。本当に変わらない。痛いですよね。うん、でも高校の時、めっちゃ干潮が上手で。上手って何ですか？多分友達ね、何人か痔になりましたね。僕のせいで。最悪ですよね。ひどい。そう。いたずらが好きな小学生みたいな高校生と大学生でした。そうだったんですね。でも他の人が見たら純粋だったって思われたかも。反対にね。そっか。そう。なるほどね。本当に子供でしたね。はあ。そう。だからその学生の時はそんな感じ。でも大学を卒業してから普通の人は会社に入って、その社会のルール、会社のルールを覚えていくと思うんですよ。そうでもそれをしなかったので、大学を卒業して旅人になったので、そっかなるほど。ルールがないような世界にいたのでね、ずっと変わってないですね。どうですか、ルイさんは？僕は静かな子供でした。そして今は静かな大人ですなんだ、変わってないですね。だから僕も変わってないです。同じだね。同じですね。僕もしゅんさんと一緒で、あまり社会にいませんでした。同じですね。そうなんですか？学生の時はちゃんと学生でした。
うんちゃんと学生でしただけどまあでも静かなそう学生。静かで、まあ、勉強して、クラスで静かにいる、静かにいる人、なるほどね。そう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 。なんか外で友達とわーって遊んだりしませんでしたか？外では遊びました。でも、わーって遊ばない。どうやって遊ぶんですか？わーって遊ばないでどうやって遊ぶんですか？わーって遊ばない。なんだろうね。だから、ゲームしたり、外で外で、まあ、家でゲームしたり、まあ、外でうん遊ぶけど、2人ぐらいで遊ぶ。鬼ごっことか。そう、2人ぐらいで遊ぶ。多くない、人数が。なるほど。そう違いますね、僕と。違いますか？違います。田舎だったので、あ僕の家に庭があったんですよ。あ、へえ。ちょっと大きい庭が。そう。田舎なので、うんそうで、僕の家は、学校の近くに、本当に近くにあったので、小学校が、まあ、学校の授業が終わってから、今日うちに来る人ってみんな集めて20人ぐらい。20年？そうでうちの中全部使って、うちの庭とか全部使って鬼ごっことかへえ。泥系わかりますか？泥系。なんか泥棒と警察に分かれて、で警察が泥棒を捕まえるんですけど、あったあった。そう泥系したりは鬼ごっこしたりしてましたよ。そっか、そういう子供だったんですね。そう本当に。じゃあ次の質問いきます。はいはい。家にいること好きですか？家にいるのが好きですか？家にいるのは仕事をしているときは家にいるのが好きです。そうだから家で仕事をしていなかったら、仕事をしていないときはいつもどこかに行きたいですね。どこかに行って誰かに会ったり、何か新しい経験したりとか、山に行ったりとか、したいかな。だから家でのんびりするのはあまり好きじゃないです。何もしないで家にいるのは得意じゃない。ちょっと待ってくださいね。はい。お、今ちょっとこのイヤフォンがちょっと待ってください。電池。すみません。今ちょっと AirPods の電池が切れちゃって、今他のヘッドフォンに変えました。じゃあ行きましょう。はい。何の話でしたっけ？家にいるときだ。家にいるとき。家にいるのが好きかどうかですね。何もすることがないときに家の中でのんびりするのがあまり好きじゃない。そうですか。です。一つの場所にいるのは好きですか？例えば一つの場所にずっと住み続けること？そう、住むのもそうだし、例えば同じカフェに5時間いるとか。もう同じですね。例えば仕事があってその作業をしている時は5時間カフェにいることもできます。そっか。そうでもね、仕事もしないでカフェに5時間いるのは無理ですね。そうですね。それは無理ですね。じゃあ住む場所はどうですか？住む場所は今まで、結構いろいろなところに住んでいたんですけど、最近住む場所は同じ場所でもいいかなって思ってます。そうですか。考え方が最近変わりましたか？そうですね。前は本当に3ヶ月に1回ぐらい引っ越してたんですけど、そう今はなんか
ベースが欲しいから、そう、だから自分のものが全部あっていつでも帰れる場所が欲しくて、でもその場所をベースにしていろいろな街に行ったりしたいですね。移動はしたいけどベースが欲しい。その気持ちわかります。わかります？僕、家にいること好きかって聞かれると、はい、あまり好きではないです。あ、そうなんですか？好きそうだけど。好きそうですよね。好きそうですよね。寝るときは家にいるのが好きです。でも、例えば仕事があるときも外で仕事をしたいです。カフェとか、なんかコーワーキングスペースとか。そうです。家にいると集中があまりできないです。わかります。なんか場所を変えると、いつもと違う場所に行くと、すごい集中できますよね。そうですね。家にいるとギターもあるし、そう誘惑がいろいろな誘惑がたくさんありますからね。だから外に何もなくても、とりあえず外に出る。予定はないけど今外に出ようって出ます。じゃあパソコンとか持って。そうなんだ。それいいですね。最近私は結構家にいますね。家で仕事をします。そうですか。最近はい。最近引っ越しましたよね。そうなんですよ。最近大阪から東京じゃない名古屋に引っ越して、でアパートがちょっと広くなったので、今は自分のオフィスもあるし、オフィスの部屋があるし、新しいそのマイクアームとか、モニターとか買って、仕事をする環境が良くなったから、すごい居心地が良くなって、今は家で仕事がはかどりますね。そうか。それはいいですね。新しい部屋で、ベッドとデスクが違うといいですよね。そうなんですよ。前はちょっと狭かったから、大阪にいた時の方がよくカフェとか、カフェに行ってましたね。そうですか。いいな。僕も引っ越そうかな。引っ越した方がいいですよ。だってそうですよね。ちょっと地方に行ったら家賃も本当に安くなるし、大きいアパートに住めますからね。本当にそうですね。本当に日本語で QOL って言いますよね。言いますね。英語なんですけど、Quality of Life、どうなんだろう。英語も QOL っていうのかな。 QOL 言うんですかね。生活の質 QOL が高くなる。生活の質が高くなりますよ。確かに本当に感じました。そうです。本当に感じました。いいな。そっかそっか。いや、全く違う経験ですよ。特に多分長い間そういう大阪とか東京に住んでる人が、同じ家賃を払ってその地方都市に引っ越したらびっくりすると思います。そんなにいいんですね。そういいですよ。本当に大きいアパートに住めて、だから仕事の環境も良くなるし、おすすめですよ。今YouTuber の友達とかみんなに名古屋おすすめしてます。本当ですか。じゃあ僕も名古屋ちょっと考えます。地元なので。
いやいいですよ、うん、そうですよ、そうですね、いいですよ。名古屋もいいし、そう名古屋めっちゃいい。名古屋便利ですよね。便利ですね。名古屋便利です。便利、うん、そうですよ。なんか観光地じゃないけど、うん、東京と大阪の間だからうん、ちょうどいいんですよね。そうですね。そう東京にも大阪にもすぐ行けますね。すぐ新幹線で行けます。うん、そう自然も近いしね。そうですね。そうですね。うん、そっか。そういいな。あ、じゃあ次の質問いいですか？もちろんで3す。つ目質問は、しゅんさん、はい、僕の話聞いてますか？何ですかその質問。何ですかその質問は。僕しゅんさんのポッドキャストを聞いていました。はいはいはい、うん。でしゅんさんは言っていました。人の話を聞くのが得意じゃない、苦手だって。なんかちょっと痛いところを突かれましたね。本当ですかそれは？いや私の話聞いてますかって、うん、何回も言われたことがあります。そうですか。いやでもね、聞くようにしてますよ。あ、聞くようにしてる。聞くようにしてるんですけど、時々聞いてないですね。あ時々聞けてない。面白いですね。それはなぜ？しょうがない。なぜですか？はいはい。なんでですかね。うん、聞けますか人の話ずっと。僕は人の話を聞くのが好きです。そうなんだ。うまいと思います。人の話を聞くのがうまい。うん、僕が話すより聞く方が好きです。そっか、反対だ。そう。いやでも聞けますよ。聞けるけど、だからなんだろうな。長い話は聞けませんね。長い話は。そうだから、今日も1時間のポッドキャストですよね。だからまあ45分ぐらいからちょっと聞けるかな。じゃあ45分ぐらいのところ皆さん聞いてくださいね。しゅんさんの顔としゅんさんの話し方が変わりますね。死んでるかもね。はい。でその時はどうなります？見た目で分かりますか？しゅんさんを見たら分かりますか？それは僕も分からないけど、でも見た目で分かるかもしれませんね。なんかよく言われますから、今話聞いてたってもうそれはもう正直ごめん今話聞いてなかったって言うけどそうでもだから映画とかも見れないですよ、本当に。そうですよね。そう、映画ってだって45分以上ありますもんね。そう映画、普通の2時間ぐらいの映画はほとんど見られない。へえ。そうだから例えば妻と一緒に映画を見るときに、30分で僕はもう他のことをしてますね。一緒に映画見て30分で妻が一人で映画を見てます。その時何をするんですか、しゅんさんは？いや仕事したり、そう仕事したり、スマホ見たり、飽きちゃうんですよ。なんかそうなんですね。いろいろな映画がありますよね。なんか最初からなんか変化がたくさんある映画、これがあってあれがあってこれがあって、そういう映画やコメディは見られるんですよ。
なるほど。それは見ることができる。そうそうそう。でもなんか最初からずーっと何もなくて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 、うん。最後に大きいクライマックスが来る映画あるじゃないですか。あります。ね。ファイトクラブ見ました？ファイトクラブ。見てないんですよ。あれめっちゃいいって聞きますよね。聞きますよ。そう、僕、友達と映画館に見に行ったんですよ。へえ。ニュージーランドにいた時に、うん。その昔の映画をやっている映画館があって、へえ。そう、そこでファイトクラブがあって、うん。友達と見に行ったんですけど、うん。なんかすごいいい噂を聞いていたから、めっちゃ楽しみにしてたんですよ。うん。でも、ほとんど何にもなくて、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 もう帰っちゃったんですよ。帰ったんですか？飽きて。そうそうそう。もう全部見ないで、もうつまらないから先に帰るから、見たかったらいてもいいけど、帰るねって言って帰って、そ一人で帰ったんですか？そうそう一人で帰ったんですよ。つまらなくて。で、後で聞いたら、最後めっちゃ面白かったって言われて、見ればよかった。残ればよかったって思ったのを覚えてます。へえ、面白いな。そうそうそう。そうなんですね。わかりました。そうなんですよ。はい。じゃあ、ちょっと、次のトピックは、全然違うトピックです。好きな料理。はい。好きな料理は何ですか？好きな料理、全部好きですよ。なんか嫌いな料理がない。ほ嫌いな料理がありませんね。うほう。全部美味しく食べます。全部。どんな辛くても。結構辛い料理も好きですね。甘いのも好きですか？甘いのはあまり好きじゃないです。そうなんですか？はい、バニラとかケーキとか好きじゃないです。へえ。ちょっと珍しいですよね。珍しいですね。じゃあ、そうなんですよ。誕生日にケーキが出てきますね。じゃあ、ケーキじゃないものが欲しいですね。そうですね。何がいい？子供の時はケーキが出てきました。でもみんなね、私の家族は美味しそうに食べるんですよ。そうですよ。そうでも好きじゃないから食べられない。食べられなくて泣いていました。泣いてたの？そう、みんな美味しそうに食べてるのに、なんでこんなになんか気持ち悪くなるんですよ。甘くて。そうか。おいって。そうですね。まあでもヘルシーですけどね。それは。じゃあ、もし死ぬ前に食べたいご飯は何ですか？死ぬ前に食べたいご飯か。ちょっとごめんなさい。実は前に本当2週間前かな、3週間前に、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうゆうさんと動画を撮ったんですよ。その時に僕がゆうゆうさんにたくさん質問する、こんな感じの動画を撮ったんですけど、その時に同じ質問をしたんです僕もゆうゆうさんに。でその時のゆうゆうさんの答えが僕の答えだなって思いました。なるほど。言ってもいいですか？はい、お願いします。まず妻や家族、大切な人と一緒に
食べる、うん、これが一番大切で、うん、食べるものはあんまり大切じゃないうん、けど、まあ、できたらみんなでバーベキューしたい、へうん、最後にー、バーベキュー。バーベキュー、そうすごいいいなって思ったのが、バーベキューしたら記憶に残るじゃないですか。そうですね。そうだからいいなって思いました。はあ、それは、最後のご飯はバーベキュー。ああ、いいですね。どうですか、ルイさんは。それを聞いたら、僕もバーベキューです。ですよね。それ聞いたらねラーメンとか言えないですよね。言えないですね。僕は考えていたのは、寿司って言おうと思ってました。そう僕もそのコラボした時に、うん、いやラーメンだなって思ってたんですけどもう答えが素晴らしすぎて、確かにそれは一番いいかもしれないってもう変わりました。こういう質問の中に正解ってあるんですね。本当ですよね。うん。ないと思ってました。これ正解ですね。これ正解ですね。そうね、正解ですよね。そっか。そうで、結構よく聞かれる質問ですよね。そうですね。この質問。はい。そうでもコラボして初めて答えが見つかりました。なるほどな。じゃあこれ聞いている人も、もし日本語の質問されたら、こう言えばいいですね。僕正解を知ってます。バーベキューです。そうですね。理由は記憶に残るからです。そうですね。これで100点。じゃあ僕の好きな料理なんですけど、何ですか？インドカレーと中華とケバブです。おー、インターナショナル。あとそばも好きです。ですね、理由が、日本食も、はい、理由はこれ安いからです。もう一回言ってください。安い。インド料理、インドカレー、ケバブ、中国料理、そば。確かにね。そう。確かに。これね、僕は外食、外で食べることが多いです。あまり料理しないんですか？あまりしないですね。キッチンが狭いです。そうですね。あと一人暮らしですよね。そう、一人暮らしなので、なかなか作らない。で、僕は、お昼のご飯は1000円、1000円より安くしたいんです。なるほど。わかります。その時に、その料理は1000円より安く食べられます。でも、そのレストランが家の近くにたくさんありますか？へえ、すごいですね。全部あります。便利ですね。そうなんです。ケバブのお店は2個あります。めっちゃ便利。確かにケバブ美味しいですね。ケバブ美味しいですね。美味しい。で、そのケバブ屋の人が面白い人なんですよね。ああ、そうなんだ。トルコ人ですか？日本人ですか？ネパール人です。ネパール人そうなんだ。そうなんですよ。ネパール人で、面白いな。ケバブを買った後に、ありがとうって言ってくれるんですね。その時に言うのが、Thank you, sir! って言ってくれるんですよね。そうなんですね。すごく笑いながら言ってくれるので、
嬉しい。でもそれはオッケーさんがよく行くから、オッケーさんへのサービス、特別なサービスじゃないですか。そう思いますよね。うん、違うんです。来た人全員にいるんです。すごいね、大変な仕事ですね、それも。そうねえ、うん、でも、なんかね、面白い面白い。ぜひぜひじゃあ今度もし連れて行ってください。東京来た時は行きましょ行きましょう行きましう。ょう。ぜひぜひ。じゃあ次のトピック行きましょう。はい。次は、大人ってなんだ？大人になるって何ですか？これです。難しいな。うん。なんか、うん、どうぞどうぞ。しゅんさんはね、さっき子供と、時と大人と変わっていないって言いましたね。そう。でも今大人になりましたか？わからない。どうかな。ああ、大人の感覚じゃないですよ。多分大人って感じがしません。まだ。そう。じゃあ今も大人って何ですかね。大人って何ですかね。今どうですか。ルイさんは大人ですか今。いや僕も大人になりましたか？僕もですね、子供です。本当？子供です。本当？そうですか？僕は大人ははい。責任、やるべきことをやる人、はいはい。それを大人だと思ってるんですね。じゃあ大人ですよ。大人。でも僕本当にやってるかなって思うことがやってますよ。あるんですよね。仕事してるし、仕事は税金払ってるし、ね、一人で自分で生活してるし、大人じゃないですか。これが大人なんでしょうか？どうなんでしょうか？まあ大人の定義、はちょっと難しいし、人によって違いますね。そうですね。難しいな。しゅんさんは大人の定義は何ですか？定義はないんですけど、僕のイメージはスーツを着て、毎日電車に乗って仕事に行っている人は大人だなーってイメージがありますけど、そうでもどうなんですかね。難しいな、確かに難しいな。正直まだその定義が見つかっていませんね。そう。まあ大人になる必要もないかもしれないですしね。そうですね。子供のままで生きていく。まあね。まあそれが一番幸せなんじゃないですか？多分。でも時々、その子供みたいなおじいちゃんいません？子供みたいなおじいちゃんいますよね。子供みたいなおじいちゃん時々見ませんか？ああ、時々見ますね。そう、元気で、なんかちょっとその本当に子供みたいなおじいちゃん、元気なおじいちゃん、笑顔がね、こうそうずっと笑ってて、笑ってそれ何してるんだみたいなそう好奇心旺盛で、そんなおじいちゃんになりたい。しゅんさんはなれると思いますよね。まあなりたいって思ってるからなれると思いますけど、そうでもそんなおじいちゃんは憧れるし、
尊敬できます。そうですね。かわいいおじいちゃん。そうそうそうん、なりたいな。そうね。大人にならなくていいですよね。でも、ならなくていいそう、責任ね。うん責任はありますよね。ありますね。でも、それは多分、まあ日本だったら、うん。 20歳を過ぎたら、うん。みんな責任がありますよね。ああ、そうですね。うん。例えば、20歳を過ぎてうん。何か悪いことうん。をしたら、犯罪をしたらうん捕まりますよね。捕まってしまいます。そう。で、仕事をしたら税金を払わなければいけませんね。払いたくないよ。うん。そう、払わなければいけません。うんそうだから、まあ、20歳を過ぎたらみんな大人かな。そうですね。法律上大人ですね。そう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 。確かにな。じゃあ、そうなんですよね。次のトピックがお金です。はいはい。おお、はい。お金。好きですよ。好きですか？お金っていうトピック。お、お金トピック。お金について話すのは大好きですね。そうですか。うん。うんうんうん。どう好きですか？お金について話すの。お金について話すと最近興味があります。例えば、うんどうして例えばどうして？それはね、最近思うことがあるんですね。はい。昔は何ですか？お金を稼ぐ、うんたくさんお金を持つってことがうん。良くないことだと思っていました。おお、んどうしてそう思ってましたか？昔はニュースを見てね、お金持ちがこう大きな態度で街を歩いているお金持ちが悪いことをしているニュース見たり、あ日本であ。はお金の話をするのが良くない。はいはいはいはおい。金は汚い。うんそういうふうに教えられました。多分テレビとかそう。ね、が、見て自然にそう思わされた。そう。うん。だけど、最近はいろんな人と話しますね。ああ、そうなんですね。いろんな、うん仕事でお金を稼ぐ人、そしてはいはい。ビジネスを自分で始めた人、うん。その人の話を聞きますね。うん。で、その人たちは人が欲しいもの、人が必要だって思うものを作って、その代わりにお金をもらいますね。はい。うん。だからこうみんなのためにいいことをしてるんですね。はい。うんもちろんもちろん。そうだってね、あ、このサービスでこれは高いなって思ったら買いませんからね。買いません。買いません。だからそれはね、そいいものだから買います。買った人もハッピー。う。あと売った人もハッピうんーになるのがビジネスですよね。そんな、でも簡単なことですよね。うん。でもそれを本当にそうだなと思うのは時間がかかりました。ああ、まあ確かに。例えば僕が何かを売る、その時にこんなお金高いじゃん、こんな僕、こんなサービスでそんなにお金をもらっていいのかな、やっぱそういう気持ちがありましたね。なるほどね。そうか。でも分かりますよ。分かります分かります。確かに
あのそういうイメージはありましたね。あまり、いいものじゃないというか、お金は汚いものだみたいな風に多分僕も思ってましたね。でもお金は普通に大切だと思うし、生きていく中で絶対に必要なものだから、例えば家について話したり、家も必要ですね。食べ物について話したり、仕事について話したり、夢について話したり、同じですよね。お金も同じように必要だから、お金についても話しますよ。そう、必要。そうですよね。じゃあしゅんさんが最近気になるお金の話は何ですか？気になるお金の話、気になるお金の話そうあまり最近お金の話はしてなかったそうですか。かもしれませんね。なんか最近はその反対のことを考えてます。ちょっと。そうですか。お金のことも考えてたんですけど、最近はちょっと反対で、お金は必要だけど、お金は人を絶対幸せにはしてくれない、って思ってます。最近必要だけどね。そうですね。お金は必要です。もちろん、家賃払います。欲しいものを買います。食べたいものを食べます。でも幸せにはなれませんよ。お金で。そうだからお金を最近、お金についてお金をゴールにしない方がいい、と思いました。お金を目標にしない。お金をゴールにしない、目標にしない、それめっちゃ大切だと思いました。そうですね。それは本当に大事ですね。最近ね、これも最近思いました。そう思ったのは、何かきっかけがあったんですか？なんか多分みんな幸せって本当に心から幸せって思う時って、絶対お金使ってないと思うんですよ。家族とめっちゃ楽しい時間を過ごしている時とか、大切な人と一緒にネットフリックスで映画を見ている時とか、なんか本当に家族、好きな人、大切な人と友達と一緒に散歩している時とかに、幸せだな、いいなって感じると思うんですよね。そうだからもっとお金は必要だけど、幸せになるためにはもっと人とのコミュニケーションとか、どうやって人との関係を良くするかとか、どうやって何もない時間、何もない時、普通のいつも通りの生活をどうやって楽しむかってことを考えてます。いや、それは本当大事なことですね。そうだからお金がない人でもめっちゃ幸せになれると思うし、お金持ちの人でも幸せじゃなくて、めっちゃ悲しくて落ち込んでる人もいると思います。そうですね。絶対いますね。いや、これはまたね、深い話ですね。また話しましょう、これは。また話しましょう。ぜひぜひ。次のトピックは、7番目、男友達と話すこと。男の友達。男の友達。どんな話します？
でも最近は仕事かな。おなんか人によります。でも、うん地元の友達と久しぶりに会って話すときは、うんそう結構仕事の話、あとは女性の話、うんなんかまあ結婚していない人だったら最近どうなんかいい人いた、とか、とか、そうですね。女性について話しますよね。話しますよね。話しますよ、ねやっぱりあの人めっちゃ可愛い。この人見てめっちゃ可愛いと思うんだけど、マッチングアプリでこの人とマッチしたんだけどどう思うとか。見せてってね。そんな、そう。そんな話、本当に。しますね。でもこの人ちょっと住んでるところ遠いんだよね。遠いとね。そうそんな話ですよ。そんな話。本当に。仕事とか、恋愛とか、仕事と恋愛かな。多分。そっか。まあそうですよね。どうですか？僕もそうですね。やっぱり仕事、まあ女のね人の話、あとまあ人生、人生みたいな話をしますね。それはいい友達ですね。それは本当にいい友達。確かにそういう話できる人いいな。そうもうその人は一人だけ、やっぱりそういう人は。そうですよね。地元の友達ですか？それが東京の友達なんですよ。へえ、そうラッキーですね。そう大人になって、できた友達。いいな。彼はねめっちゃいい。すごく優しいんです。大切。そういいですね。優しくていろんな人生の経験をしていて、なんか人の悲しみが分かる人。素晴らしい。そうだけど明るいんです。それは優しい人です。そうなるほどね。だからすごいな。僕たちはお昼にカフェで会ってそういう話を何時間もします。すごいですね。そうお酒もいらない。そんなお友達がいますね。すごいですね。じゃあ次のトピック、仕事の経験ちょっと。仕事の経験。どんな仕事してました？しゅんさんは。結構いろいろしました。でも、一つの仕事を長い間したことがないですね。そうですか。なんかいろいろな仕事をたくさんしていました。なんか英語の先生もしていました。英語の先生とか、あとアルバイトは居酒屋で働いたり、スーパーで働いたり、あとね、西表島、沖縄のに住んでいて、そこで水牛ってわかりますか？水牛、動物、海にいる牛。まあそうですね。海を歩くことができる。海の上とか川かな。そう水の上を歩くことが、上じゃないな、水の中なんか角があって、水の中も人を乗せて歩いていくことができる牛、水牛。それを水牛に乗って、でちょっとツアーガイド、カメラマンみたいな仕事をしてました。そう。あとスキーのインストラクターとか。そう。あまり上手じゃない。普通の人より上手かもしれないんですけど、あまり上手じゃなくて、インストラクターの資格もないんですけど、そう、子供を教えてたので、子供なら、教えれましたね。今もしやるならどの仕事をやりますか？今やるなら難しいな。でもやっぱガイドの仕事は好きですね。
ガイド、ツアーガイドとかあダイビングのガイドとか。いいですね。そっか。今ちょっとパッて思い浮かびました。じゃあ次の質問が旅行なんですよ。はい。はいはいはい。じゃあやっぱ旅行たくさん行ってますもんね。はいはいはい。じゃあそれでガイドぴったりですよね。本当ですね。ぴったりぴったり。じゃあ一箇所そうなんですよ。おすすめの場所を教えてください。おすすめの場所。はい。行ったことがある場所の中で、はい、おすすめな場所。日本で。日本で。はい。日本で。どこだろうな。有名なところでもいいですか？はい、全然。長野県の上高地。上高地。行ったことありますか？ないんですよ。上高地は本当におすすめ。行ってみたいです。めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。山があって。綺麗すぎて、山があって、ちょっとなんか、ニュージーランドのクイーンズタウンみたい。そうなんだ。わかるかな？そう。山があって、本当に綺麗な川があって。そう。で、簡単なハイキングをすることができるんですけど、そこでキャンプもできます。へえ、キャンプできるんだ。そう、知らなくて。だから今度、上高地に行くときは絶対キャンプしたい。それまたいいですね。そうなんですよ。どうですか、ルイさんは。僕の一番好きな場所は、おすすめは、なんかどっかあったな。どこだったっけな。全然出てこない。忘れた。まあ、葉山にしましょう。葉山どこですか？葉山、神奈川県にある、海の町です。東京からも近いし、ビーチもあるし、綺麗な海で人があまりいなくて。ちょっと南国気分。そう、南国気分だし、山も森もあって、静かな時間が流れてる場所です。いいな、行ってみたい。これはおすすめですね。行ってみたい。そっか、東京の近くはいいですね。旅行に来ている人も行きやすいし。そうなんですよ。じゃあ、ちょっと最後の質問。駆け足ですけど、これ。外国語勉強してましたね、しゅんさん。外国語を勉強して良かったことを教えてください。外国語を勉強して良かったこと。でも、やっぱり、世界中の人とコミュニケーションを取ることができること。あと、外国語を勉強すると、新しい自分を見つけることができると思います。そうですね。本当にそうですね。だって英語を話す自分と日本語を話す自分って多分性格ちょっと違いますよね。違います。そう。英語の方がだから多分、オープンになります。そうですよね。だから例えば外国人も、例えば英語を話す外国人、が日本語を話したら多分雰囲気がちょっと変わると思うんですよね。そうですね。そうだから新しい自分を楽しめる、し本当の自分に出会えるかもですね。ですね。だから例えば英語を話している自分の方が好きな場合もあるし、いや日本語を話している自分の方が好きって感じるかもしれないし。そうですね。いや、わかります。僕も本当に英語を勉強してよかったなと思います。どうしてですか？
考え方が、いろんな人の考えを知ることができて、こうやってYouTube でみんなとコミュニケーションも取れて、本当にで役にも立てて、本当に良かったなと思いますね。そうですね、価値観が広がりますね。広がります。はい。いや、ありがとうございます、しゅんさん。いや、はい、できましたね。1時間ぐらい本当にできましたね。話しましたね。ちゃんと話聞いてましたよ。聞いてましたよね、めちゃくちゃ。聞いてましたよ。45分の時僕時計見ましたよ。聞いてるかなでもすごい聞いて楽しかった。あと、トピックが変わるから。そうですね、変わるから。それはね、いいですね。変わるから、聞けました。でしたね。しゅんさんのね YouTube でそういう世界の動画も今いっぱい上がってますよね。そう上がってます。ですよね。だからどんなとこ行ったんだろうとか、気になる人はしゅんさんのところに行って、あとあれでしたっけ、ブートキャンプを始めたんでしたっけ。そうなんですよ。今ね、どのタイミングでこの動画が出るかわからないんですけど、でもブートキャンプ、いろいろなブートキャンプやっていて、多分次はね、運動のブートキャンプなんですよ。運動のブートキャンプ。そう。日本語と運動。これそう面白いですよね。面白い。そう筋トレして簡単な日本語で筋トレを説明して、で筋トレをする時のインターバルに、そのインターバル用のシャドーイングをして練習するんですよ。面白い。よかったらチェックしてみてください。ぜひぜひ。じゃあしゅんさんありがとうございました。いえありがとうございました。また話しましょう。またいろいろ話しましょうね。また話して、また遊びに行きます。遊びましょう。次は生で会いましょう。生で。じゃあさよなら。また。はい、またね。